こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回は岡山の桃太郎線を乗車してみたいと思います。岡山駅は東西に出入り口がありますが、西出口側の一番端っこが9番10番乗り場となっておりまして、桃太郎線はだいたい一番端の10番乗り場を使うようです。やってきました列車はディーゼルカーキハ47系たらこ色の2両編成となります。ではこちらに乗ってまいりましょう。桃太郎線の距離は 20.4 キロ。全部で10駅ある路線となっております。運行本数は1日上りで30本、下りは31本となっておりまして、少なくとも1時間に1本は列車が来るダイヤを組まれております。また単線非電化の路線になりますので、全ての列車がディーゼルカーで各駅停車の運行で、ところどころこのようにすれ違いが行われます。では今回の動画は始発の岡山から終点の総社まで桃太郎線、正式名称を吉備線と言いますが、こちらを途中名所を巡りながら乗り通してみたいと思います。とりあえず次の岡山から3つ目の駅となります備前一宮駅で下車して、近くの吉備津彦神社に向かいます。では駅で降りまして、少し戻る形でこちらの方向に吉備津彦神社があるようです。そしてこの山の向こう側には別の神社、吉備津神社があるという形になります。これは駅の案内ですが、吉備津彦さんは桃太郎のモデルとされる人で、鬼のモデルとされる浦という人と戦いまして、いろいろといきさつがあるものの、最後には退治したというようなことが書かれております。では備前一宮の駅を出まして、およそ3分ほど歩きますと吉備津彦神社の鳥居が見えてまいります。鳥居には10種類以上様々なタイプがありますが、こちらは明神鳥居というタイプだと思います。神社の境内の手前には神の池と書いて神池、あるいは神地と読むかもしれませんが、池の中央部に参道が設けられているという形でございます。参道を境に右側には鶴島という小島がありまして、反対の右側には亀島という小島があります。おのおの鶴島神社、亀島神社というちっちゃい祠が設けられております。神社の背後には吉備の中山という山がありまして、この山自体がご神体とされております。それで山の中間地点ぐらいが国境になっておりまして、今はどちらも同じ岡山県ですが、昔は備前備中に分かれていた境目がこの辺になるということでございます。さらに遡りますと、吉備の国という大きな国が後に備前備中備後の3カ国に分けられて、現在備前備中は岡山県、備後は隣の安芸の国と合わせられて広島県になったという形でございます。さて参道を右に曲がりまして、こちらは鶴島神社の方に向かっております。簡素な鳥居の原型のようなものをくぐりますと、
小さな祠が見えてまいります。御祭神は4つの神様とされておりまして、海上運行を支える神のようでございます。池の方に目をやりますと、サギが3羽いまして、アオサギの2羽は颯爽と飛び去っていきましたが、もう1羽のシロサギの方は、アオサギのことを仲間とは思っていないのでしょうか、1羽佇んでおりました。参道を挟んで左側の亀島神社、その奥には五色島環状列石というのがあるようなので、ちょっと見てまいります。この亀島神社の御祭神は、宗像三女神の一人である市来島姫の命とされております。亀島神社の祠の裏手、さらに左手ということになりますが、こちらには五色島というちっちゃい島がありまして、この中に環状列石が見えますが、残念ながら立ち入ることができず、このように縄で通行止めとされておりました。ではちょっと長くなりましたが、境内の方に入ってみたいと思います。山門入りまして階段を上りますと、拝殿の方に行きます。振り向きますと、こういうような位置関係になります。拝殿に向かいましてお祈りをした後、少し右手の方を見てみますと、八方塞がり表というのがありまして、昭和44年生まれの私がちょうどこれに該当するようなので、これを取り除いてもらうべく、今回はお守りを購入させていただきました。合わせてちょっとおみくじも引いてみました。ここではいろんなタイプのおみくじがありまして、今回は桃みくじというのを引いてまいりました。種類は干支のおみくじのほか、桃みくじも何種類かありまして、いろいろなものを選べばいいかと思います。今回は小吉ということで、可もなく不可もないといったところでございました。ではお隣の駅吉備津に移動してまいりました。この駅の待合室にも案内がありまして、これによりますと、吉備津彦の夢の中で浦がかまどの下に埋めてほしいということで、
懇願して、その近くに建てられたのが吉備津神社ということでございます。では松並木のある道をおよそ7分ほど進みますと吉備津神社に到着です。ではこの階段を建物で例えると 4,5 階登るような感じになるでしょうか。その上に本殿がございます。真夏なので曇りの日を選んで来てみましたが、やっぱりそれでも湿度が高くてかなり暑い日でしたので汗だくにはなりましたが、こういった施設に来るのはワクワク感がありますので、それほど疲れたというイメージはございません。見えてますのが拝殿プラス本殿という形になります。こちらの方で参拝いたしまして、その隣にはバーチャル体験ということで3次元バーコードがありましたので、こちらをちょっと見てみますと、普段見ることができない本殿の中が画面越しではありますけれども、このように視聴することが可能でございます。この神社は少し変わっておりまして、通常ですと拝殿と本殿を2つの建物で分けてるんですが、ここでは連なった形で1つの建物として建てられております。敷地奥の方には庭園が広がっておりまして、美しい庭に池にはさまざまなタイプの錦鯉が泳いでおりました。こちらのご祭神は吉備津彦さんで、正しくは大吉備津彦の命と言います。これは備前の吉備津彦神社も同じです。で、ご神体が先ほども言いましたが、この背後にあります吉備の中山ということでございます。こちらのある回廊はおよそ400メートル続く長い回廊で、途中の分かれ道の回廊を行きますと、鳴釜神事の行われるお釜御殿がこちらにございます。桃太郎の物語では鬼として扱われている浦さんが吉備津彦の夢枕に立ちまして、我をかまどの下に埋めよとお願いして、こちらに祀られて、それで、その釜を焚いた時の音によって占いをするというのが鳴釜神事のようです。ではこちらが回廊の一番端にあたる部分ですね。詳しくは398メートル続くそうですけども、こちらを左に曲がれば神社の本殿の方に行きますが、まっすぐ行きますと吉備の中山の古墳群にたどり着くようです。ちょっと今日は次の電車の時間などと、本当は暑いからなんですけど、この辺で切り上げて次へ向かいたいと思います。では吉備津駅に戻りまして、またしても一駅だけの乗車になりますが、次は備中高松駅で降りる予定で、見えてるのが岡山最上稲荷神社の大鳥居となります。これを越えますとすぐに備中高松駅へ到着です。地図で見るとすぐ近くに感じますが、1キロぐらいありますね。およそ10分ぐらい歩きますと備中高松城、こちらは三の丸のあたりに到着いたします。この城は戦国時代に水攻めをされた城として有名で、城攻めの大将は織田信長の家臣の羽柴秀吉、後の豊臣秀吉になります。一方の守る側は毛利家の家臣で、この高松城城主の清水宗春が大将という形になります。
当初攻めあぐねた羽柴秀吉は赤いライン沿いに堤防を築きまして足盛川の水を注ぎ込み、城の周りを水没させ戦いを有利に進めたと伝わっております。進んできまして城の二の丸にあたるところに行きました。感じたのはすごく起伏が少なくて低湿地帯。そこには水生植物の花が咲き誇っておりまして、木製の参道で向こうの方にまで行けるようになっております。続きまして本丸に向かいます。両サイドには堀があって、そこには蓮がたくさん植えられております。これは400年前の蓮が勝手に自生してきたらしく、城主の名前を取って清水宗春の宗春蓮と呼ばれているようです。こちらが高松城水攻めの時の様子を絵で表したものになりまして、中央にいるのが羽柴秀吉とされております。ちょっと夕方だったので西日が眩しくて、このように光が反射しており申し訳ございませんが、こちらが備中高松城水攻めの図ということでございました。では備中高松駅に戻りまして、2つ目の駅服部駅に到着したところです。こちらのすぐ横には鬼の城という看板がありまして、この駅の最寄りと言っていいんでしょうか、かなり距離はありますけれども、この場所が鬼のモデルとされた裏の居城だったと思われます。桃太郎の物語では鬼ヶ島と紹介されるのがこちらにあたるかと思われます。服部の次の駅が終点の一つ手前の東総社駅となります。この駅は割と乗降客数が多い駅で、ほとんどの乗客がここで降りられていきました。では終点の総社駅に到着です。この動画もこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。